皆さんこんにちは。今回のカレンゲームラボはスクエニとアニメイトの共同マーケティングを行っている新作スマホタイトル「トワツガイ」の先行テストプレイに参加しましたので、どんなゲームなのか紹介していきたいと思います。今回紹介する内容は大きく6つ。1つ目はトワツガイとはざっくり概要、2つ目ゲームの特徴、3つ目バトルについて、4つ目育成について、5つ目その他コンテンツについて、6つ目最後はみんな大好きガチャについて。注意点として CBT でできることまでのお話となるので、全容をお話しすることができない点についてご了承ください。それでは見てまいりましょう。まず本タイトルの概要は、開発はスクエア・エニックス、リリース日は2023年2月16日木曜日を予定、ジャンルは単性 RPG、アニメイトとの共同マーケティングを実施しているということもあり、かなりキャンペーンに力を入れているタイトル。物語の概要をざっくり紹介。黒い海に侵食されたポストアポカリプスな世界を舞台に、魔獣と呼ばれる異形と災いのもと災禍の魔女たちに抵抗すべく鳥と呼ばれる少女たちの戦いを描いた作品。キービジュアルから分かる通り、結構暗めの雰囲気を醸し出している感じですよね。背景はニーヤでおなじみの幸田一馬さん、キャライラストは雪雨さんの合作となっており、世界観設定にはシノアリスのシナリオに携わっている白本直さんが携わっている作品となります。これだけ見てもダークファンタジーなんだなといった感じですよね。ちなみに白黒で対照的なキャラクターカラスと白鳥の感じがハイパーグリフで開発中のエクスアストリスに出てくるキャラクターかと一瞬思いました。はい、概要はこんな感じ。続いてはゲームの特徴について。まずは CBT で個人的に特徴的だなと思った4点を紹介。特徴1、装備品について。メイン武器1つ、サブ武器4つ、装飾品4つ、召喚柱1つと装備させるものが数多くあり、よりランクの高い装備を整えていくやり込み要素。また武器には属性があるため、ボス戦などの強敵と戦う場合は属性有利になるように装備を変更していく。そのため数多くの武器とそれに対して強化が必要なので、結構なやり込みが必要となってます。特徴に編成が特徴的です。キャラ2ペアの組み合わせによる6名編成。必ずしも2ペアにならなくても良いんですが、ベストは特定のキャラによる2ペア ×3 組の6名編成。特徴3、ペアを組んでの編成の場合、追撃、クリティカル攻撃、反撃といったペアスキルがバトル中一定確率で発動します。これによって形勢逆転が可能であったり、バトルを有利に運ぶことができたりします。特徴4、これも特徴に3に紐づいてくるんですが、お互いの絆を深め合うことでつがい化させることができる。特定のペア同士でバトルを繰り返すことで絆が深まると、ペアスキルの効果が上がったり、さらにつがい化が可能となっています。つがい化することでバトル中つがい化スキルの発動が可能であったり、さらに特定ステージで使用可能なつがいの必殺技原初の最悪が発動可能、またつがい限定の庭園に入れるようになるなど、様々な変化があるようです。ここまでが CBT で分かった特徴的な要素で、それ以外にも開放されていないものがいっぱいあるので、他にも特徴的なものがあるかと思います。続いてはバトルについて。バトルは単性のスキル選択型となっており、スタイルスキル、武器スキル、召喚スキルから選んでバトルを進めていくのですが、スタイルスキルは3種類あって、それぞれ威力と使える頻度が違っていて、スタイルスキル1は威力は小さく毎ターン使用可能、スタイルスキル2は威力が中くらいで使用後3から4ターンのクールタイムがあり再利用可能、スタイルスキル3は威力が大きく1バトル1回のみの使用可能なので、スキル3については使うタイミングを配慮しバトルを展開していく感じ。武器スキルはクールタイムが2から3ターンで効果は中程度のものとなっております。敵の強さに応じてスキルの発動タイミングを考慮すると良いのかなといった印象。またバトル中敵を倒したりダメージを与えたりダメージを受けた場合、各ペアの召喚ゲージが増加していき、召喚ゲージがマックスでさらにペアとなっている2人の行動ターンを消費することで召喚スキルの発動が可能。ただし2人のうちいずれかがやられてしまっていると召喚スキルを発動することができないという条件付き。ここまでがバトルの基本で、さらにペアスキルが発動することでよりバトルを有利に運ぶことが可能となってます。ただ
このペアスキルがないとよくあるバトルといえばバトルなのかなといった印象。続いては育成について、ここからお話しする育成については CBT 期間中ロックのかかっていた要素が多かったので、どういった育成内容があるかお伝えします。遊ぶことができた内容については説明していきたいと思います。まずは育成の要素としてキャラの強化、武器の強化、召喚柱の強化、アビリティボード解放、装飾品強化、攻防、以上6つの要素からなっていて、キャラの強化はレベルを上げることはもちろん、一定までレベルを上げることで装備枠の解放やアクティブスキルの解放が可能。ただしレベルキャップが設定されており、ユーザーランクを一定まで上げることで上限を解放することが可能となっております。続いて武器の強化、ノーマルクエストで入手できる素材でレベルアップが可能。武器スキル強化、これは CBT で強化することができませんでした。武器の限界突破、ガチャから排出された同一武器を重ねることで武器レベルの上限が解放、最大4回まで限界突破が行えます。続いて召喚柱強化、要素としては召喚獣のレベルアップ、スキル強化、限界突破とあるんですが、すべからず CBT では遊ぶことができませんでした。続いてアビリティボード解放、こちらも遊ぶことができなかったんですが、多分アビリティ強化やステータスの底上げができそうな感じがします。そして装飾品強化、攻防については、どういう要素があるかまで見ることができませんでした。多分装飾品強化についてはレベルアップとスキル強化と限界突破があるようなイメージ。攻防は多分なんか武器の製作とかできるんですかね。アクセサリーかな、装飾品を作ったりできるのかな、そんな感じがします。かなり周回作業が多い内容かなといった印象を受けます。特に武器については装備枠が多いため育成素材を大量に使うこととなるのですが、入手できる数がちょっと少ないのかなといった印象。また周回が多いのでオートバトルではなくスキップ機能が欲しいかなと思いました。ここはぜひね検討してほしいところです。以上が簡単ではありますが育成要素となります。続いてはその他のコンテンツについて、ロックがかかっていて遊ぶことができなかったんですが、サブストーリーデイリークエストのアビリティ解放クエスト、アリーナ黒の塔庭園ギルド、結構遊べるコンテンツはあるんですが CBT でプレイできたのはデイリークエストの一部のみで、デイリークエストは1日のプレイ回数に制限がかかっているクエストとなっております。要素としてはゴールド入手クエスト、スタイル強化素材入手クエスト、これはキャラの強化素材ですね。このうちスキルボード解放素材入手クエストは遊ぶことできませんでした。またその他できなかったコンテンツについて推察すると、サブストーリーは各キャラの深掘りができそうな印象、アリーナは PVP 的な要素でオートによるバトルなのかなと、黒の塔は高難易度コンテンツに当たるもので、庭園は箱庭要素と考えられます。実際プレイしてみないことにはわからないのですが、個人的にはこんな感じなのかなと思います。はい、続いてみんな大好きガチャの時間です。ガチャの仕様について、石を砕いてのガチャとチケットによるガチャの2種類で、排出内容はキャラ専用武器と通常武器と召喚柱が排出される結構やべえガチャです。ちなみにキャラはキャラ専用武器を入手すると一緒に排出される仕様。排出確率はこんな感じ、星4が 5% で、これだけ見るとおおまずまずじゃないかと思いますが、この 5% にはキャラ専用武器、通常武器、召喚柱が入っているので、キャラ狙いだと相当低くなるかと思います。10連で星3以上の通常武器、キャラ専用武器、召喚柱が排出されます。はい、それでは早速ガチャを回してみたいと思います。狙いはピックアップの星3鶴とハチドリ、この画面に出てる鶴ですね。ハチドリは出るかな、これですね。この2名を狙っていきたいと思います。それ以外であれば星4フクロウとフラミンゴのスタイル違いといったところ、提供割合見るとここにねいるんで、この2人どちらかでいいんで出てくれると嬉しいなといったところでいきたいと思います。持っている石を全部消費して30連いきたいと思います。それいくぞ。結構ねこのガチャの映像綺麗なんですよね。綺麗なんだけど排出内容がかなりえぐい。さあここから
星3、金がね星3だと思った。確か星3だね。で青が星2か。虹色が星4になるんだけど、虹色なくねえかこれないねないね。しかもな、星3出ても狙ったもの出ずにただの武器になりましたね。さあ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 、最後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 、ここで来い。来ないね来ない。よし行くぞ、もう一回20連目。さあお願いします。せめてねキャラ1体ぐらいは欲しいけどね。結構金、あ違う、これじゃ分かんないのか。金いっぱいあるんじゃないかと思ったけど、やっぱあった。来い。来ないよこれ。召喚獣来ないね。召喚獣も入ってると思ったんだけどな。召喚中、召喚柱、どっちなんだろうね。読み方がいまいち分かんなかったんだけど、ついつい召喚中と言ってしまうんだが。さあ来い。前線配置でしたらハチドリさんがおすすめです。こう見えて私後方支援向きなんです。いいですね。イラスト綺麗だよね、ものすごく。ここで連続して来てくれると嬉しい。来るわけないよねどこまでお役に立てるか分かりませんが、いいね。私も力を尽くしてまいりましょう。はい。さあラスト。よかった、キャラ引けたよよし来い。これ核変的なあれがあんのかな。この時点だと金はいくつかあるように見えるんだよね。金が3つに虹色あるんじゃねえか。なかったか今。どっちだろう。ないな、虹色ないな。もうマジで終わっちゃうじゃん終わっちゃうじゃん。召喚柱召喚柱来てくんねえかな。召喚柱も来ないね全然。来た言ってるそばから来た。よかった。一応ね出ることを見せとかないとねさあ来いさあ来い。はい終わり。いやーね、なかなかえぐいよなこれな。キャラ手に入れんのがやっぱりきついね。これもう一度できませんよね。事務ショップ行けるのかな、いけないね。ということでガチャの結果はこんな感じ。一応ね鶴が出たんでいいかなといったところなんですが、キャラがねやっぱり出にくい。ここからは CBT をプレイしての感想。まず CBT でプレイできる範囲がマジで少なかったです。プレイする前の第一印象としてはシノアリスとヘブ版を足したような感じかなと思ったのですが、実際プレイしてみて思ったのがシノアリスの暗さをもう少し明るくしてグラブルを足したような感じが個人的にはもろしました。ものすごくダークな感じかなと思いつつも意外と軽めだったといった印象。今後ストーリーが進むにつれてダークさが出てきたりするかもしれません。その他気になった点はつがいというコンセプトがちょっと肌に合わない人が出てくるかなといった感じです。また周回がメインとなるのでスキップ機能は実装してほしい。それとスキルのカットイン演出が少ないのとバトルに迫力をあまり感じられなかったですね。ということで興味のある方は来年2月にリリースされますのでぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。チャンネル登録はお任せしますがぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。